皆さんこんにちは。イラストレーターのあきです。今月でイラストレーターになって4年目になるんですけど、今日は当時のことを思い出しながらイラストレーターになる時に準備したことややってよかったことをのんびりお話ししたいと思います。イラストレーターだけじゃなく、もしかしたら何かを始める時にヒントになることもあるかもしれないので、よかったら最後まで見てもらえたら嬉しいです。今回も日常のお仕事の様子や絵を描いている様子を流しながら話していきたいなと思います。では、準備したことについて内面的なものと物理的なものをご紹介していきたいと思うんですけど、まず内面的なものからでいくと、まず自分を知ることが一番大切だと思います。自分がどういう時に喜びを感じるかとか、どんな風に働きたいかっていうことを最初に考えておいた方がいいと思います。やっぱり自分がしたい働き方と自分に合ってる働き方、これが一致してたら一番いいと思うので、絵のお仕事って本当にたくさんあって、絵描きさんでもいろんなタイプがいると思います。その分類をすごく分かりやすくしてくださってる方を YouTube で見つけて、イラストレーター生存戦略さんっていう方の動画なんですけど、こちらの動画が自分がどの絵描きのタイプに当てはまるのかっていうのを考えるのにすごく参考になりました。こちらの動画では絵描きさんをタイプ別に説明してくださっていて、例えば自分が好きな絵を描いて自由に表現して生きていきたい人だったらアーティストタイプだし、相手が喜んでくれる絵を描いて生きていきたい人だったら職人タイプになるみたいな感じです。やっぱり自分に合わないやり方だと後々うまくいかないと思うので、そのために自分を知ることが本当に大切だと思います。まず私が最初に考えたのは、どんなことで自分が喜びを感じるのかっていうことです。結構昔から誰かのために描くっていうのが好きで、小さい頃描いてた漫画も見て続きが気になるって言ってもらえるのが嬉しくて描いてたっていうのもあるし、 SNS でも皆さんからの嬉しい反応をいただけてるからきっと続けられてるんだろうなっていうのを日々感じています。あとは共感力が強いタイプで、他の人とのコミュニケーションも苦じゃないこと。結構この職人タイプのお仕事は相手の希望とかその伝えたいこととかを本当に汲み取るのがすごく大切になってくるので、そういうメールとかのやり取りもうそんなに苦じゃない、コミュニケーションがそんなに苦じゃないっていうのは結構大きいかなと思います。あとはたまたま最初に受けたコンサルがこのオーダーをいただいてお仕事をするっていう職人タイプのコンサルだったこともあって、相手が望むものを形にするっていうこのタイプのお仕事を選びました。デジタルのイラストを相手のリクエストをもとに作るっていう感じで、自分の絵なんですけど自分の好きには描けない、相手の希望に応えて初めてお仕事になるっていう感じです。もし例えばこれが自分がしたい働き方はこの職人タイプだと思っていたけど、実際は自分を自由に表現して展示会とかで絵をたくさん見てもらいたいとか、そういう願望があったり、他の人と細かいやり取りをして聞いたりすることが苦手とか、そういう人だった場合、職人タイプの働き方をすることはもしかしたら後々辛くなってくるかもしれないです。そういう人はアーティストタイプの働き方が合っていたりするし、そういうその人に合ったお仕事の仕方があると思います。なのでまとめると、自分のことをよく見つめてよく知ること、そしてどんな働き方が自分に合っているかをまず最初に考えるということが大切です。次は自分が今の持っているアイテムとか環境でその働き方ができるのかっていうところなんですけど、
まず環境を整えることについてなんですが、自分がしたいと思う働き方が決まったら、そのお仕事内容を調べたり、起こるだろうなということを想像したりすることをしました。自分で調べたり、メンターさんがいたらそういう人に相談するのが一番近道だと思うし、先に成功してる人に聞いたりするのもいいと思います。あとはこういう経験を紹介してる動画を見たりとかですね。で、その想定されるお仕事内容で自分がそれをできるのかどうか、方法や費用などをシミュレーションするのがいいと思います。私は SNS で依頼を受けてデジタルの絵を納品するっていうのがメインのお仕事になると思ったので、例えば印刷や郵送もお願いしますと言われた時はどうするのかっていうのを想定して考えた時に、ネットで頼む方法、自分で印刷屋さんに行って印刷する方法、あとは印刷機を買って自宅で印刷する方法とか、こういう起こるだろうなっていうお仕事とそれを解決するパターンを出し、お仕事の頻度、それぞれかかる時間と費用を出したりしました。この場合だと私はネットで頼むより、送料とかも考えても、印刷やスキャンができる印刷屋さんで印刷をして郵便局で出す方が時間的にも費用的にも良さそうだったので、それを選んだんですけど、あと最初は何が起こるかわからなかったっていうのもあって、とりあえず便利なとこに住んでおけばそんなに困らないだろうなっていうのもあって、都心から引っ越さなかったのもあります。初期にかけられる費用も限られてたし、アイテムは必要最低限にして、それ以外で何か必要になった時は周辺の環境で補えられるようにっていう感じで考えました。私はネットからのお仕事がメインになると思ったので、このような選択にしたんですけど、例えば地方の地域密着型でお仕事を対面で探していったりする方法や、人が多いところで展示やイベントなどをメインに活動したいので都心に住むっていう方法など、環境についてはその人がどんな風に活動を広げたいかにもよるかなと思います。次に環境を整えるのアイテム編なんですけど、さっきお話しした感じで初期費用はかけられなかったので、私の場合は必要最低限なものを揃えました。 iPad はもともと持っていたので、揃えたものとしては iPad スタンドとキーボードだけです。長時間作業するのは本当に体が大事なので、自分がきつくないお仕事環境を整えるのって大事だと思います。例えば最初はローテーブルでお仕事をしてたんですけど、腰も足も痛くなって大変だったので、長く作業して自分が疲れないようにデスクで椅子に座るようにしました。ずっと下を向いて書いてると首が痛くなったりしたので iPad スタンドを購入しました。購入したスタンドはこの左上に載せてるボヤータのものです。あと最初はキーボードがない頃は全部スマホでやり取りをしていたんですけど、スマホを指で打つのは小さいから目も疲れるので、キーボードを購入して iPad とつなげて事務作業はキーボードで打つようにしました。なので iPad を基本的にお絵描きとパソコン代わりにして絵と事務作業を一つで行っている感じです。デザインのお仕事も数年前から増えてきているので、パソコンでないといけない作業やソフトが多くなってきて、そろそろ本気でパソコンが欲しいんですけど、そういうお仕事内容で最低限必要なものっていうのは決まってくるかなと思います。次は内面的に準備をすることの中で自分を知ることについてもう一つなんですけど、自分が一日のキャパがどれだけあるのかを知るっていうことです。これは準備したことというか、実際にフリーランスになってやってみて分かったことであり、これを早く知ることはすごく大切だなと思ったことなんですけど、実際に一日絵のお仕事だけをした時に最初に直面したのが、意外と自分が一日に描ける絵の数は限られてるっていうことでした。
事務職の傍ら絵描きの準備をしている時は時間さえあればきっと何枚でも描けるって思ってたんですけど、実際やってみると一日に集中できる時間もずっとは続かないし、記録もそんなに持たないんですよね。もちろん限界を決めてしまうと自分はここまでしかできないって無意識に思ってしまうのでいけないんですけど、だいたいこのくらいっていう参考程度に自分のキャパを知るっていうのは大事だと思います。今の自分が1日に描ける絵の数だったり、1枚の絵にかかる時間を測るのもありだと思います。私だったら1日ラフ画で3枚、色塗りで1枚くらいが通常で、調子がいい時はラフ画で4、5枚、内容にもよるんですけど、色塗りは2枚とかこのくらいかなと思います。でそれが分かったらスケジュールを組みやすいし、お客さんにも納期を伝えやすくなります。だいたい1日でこれくらいこなせるから、じゃあ1週間、その次は1ヶ月だとこのくらいこなせるっていう目安がつきやすくなります。じゃあそれに対して1ヶ月に必要な生活費だったり自分が欲しい金額に対してこのくらいの依頼の数はこなせるから、その数で終わると一つあたりのお仕事の金額はだいたいこれくらいに設定しないとなっていう感じで、一番悩む自分のお仕事の金額の目安もつけやすくなります。金額に関してはその人の絵の価値とか考えもあると思うので、これは本当にお仕事を始めたばかりで自分の金額設定の仕方がわからないっていう人向けにはなります。なのでまとめると、自分のキャパが分かればお仕事のスケジュールも立てやすくなるし、料金も設定しやすくなると思います。余談なんですけど、メンタル面でもいいことがあって、私よくあるんですけど、無理なスケジュールを立ててそれ通りにいかないとどんどん気持ちが落ち込んで、自分に花丸をつけてあげられなくなるんですよね。今日もここまでしかできなかったっていうように。でも予定通りに行くと充実感を感じやすいし、自分を褒めてあげられるんです。限界を決めないこともすごく大切なんですけど、自分に無理のないように進めることも同じように大切だと思います。私もこのバランスを保ちながら少しずつ自分のキャパを増やせるようにしていきたいなと思いながら日々取り組んでいます。次にこちらも内面的なものになるんですけど、付き合う人を考えるっていうことです。この人といると心地いいとか、前向きになれる、そのままの自分でいれると思えるような人となるべく過ごしたり、同じフリーランスの人とか自分と同じ環境の人と話すようにしました。反対に愚痴が多くてネガティブな人とか、過去の自分に引き戻されそうな人と一緒にいると気持ちがざわざわする人とはなるべく距離を置くようにしました。誰と働くか、誰と一緒にいるかという周りの環境に人ってすごく影響を受けると思うんですよね。これはある人が言ってた例なんですけど、例えばハリーポッターでも最初にマルフォイ、悪役のマルフォイがハリーに友達にならないかって言った時に、ハリーが自分の友達くらい自分で選べると言ったんですよ。ハリーは闇の魔術の素質もあるから、もし最初にロンを選ばずにマルフォイと仲良くなってたら、そのまま闇の魔術に行ってたかもしれないんですよね。これは余談なんですけど、そのくらい付き合う人は大切っていう話です。特に自分が共感力が高い方なので、前の職場でもあったんですけど、周りにいつも怒ってる人とか口が多い人、そういうネガティブな波動がある人といると同じように気持ちがズンって落ち込むことがあって、で新しく進もうとしてる時にできるだけそういう気持ちになりたくないじゃないですか。あと過去の自分に引き戻されたらそれも良くないと思うので、過去の自分の気持ちなどを思い出す人とあんまり関わらないようにするっていうのをしました。特に絵を描くって事務のお仕事とかよりも何倍も自分の気持ちの状態が大事なんですよね。
いかにメンタルを良い状態に持っていくかっていう。あんまり良くない状態の時は一つの作品にすごく時間がかかって効率が落ちちゃうし、逆にいい気持ちで描けた時はいい作品ができやすいし、描ける時間も少なく集中できたっていうのがすごくよくあります。なので時にすごく勇気がいることでもあるんですけど、誰と一緒にいるかを一度考えてみるのは本当に大切だと思います。絵のお仕事だからというだけでなく、人生においてもハリー・ポッターのように自分で自分の付き合う人を決めていい、縁のある人とはきっとまたつながれると私は思っています。最後に内面的なやってよかったことの一つが、縁を大切にするということです。絵のお仕事も自分の成長も人と人との関わりでできてるなと感じることがすごく多くて、実は私は前の事務職を辞める時に全ての周りの人、家族、親戚、今の友達、学生時代の友達、職場の人に絵描きになりますと言って宣言をしました。ちょっとこの人土地狂ったなって当時思った人もいるかもしれないんですけど、自分の周りに宣言したのは後戻りができないように自分にあえてリスクをかけたのもあるし、 SNS のアカウントをプライベートとお仕事用で完全に分けたかったのでお知らせしたっていうのもあるんですけど、結果的にこれが自分にはとても良かったと思ってます。この前のイラストレーターになるまでの動画でもお話ししたんですが、私はたくさんの方のアドバイスやアイディア、口コミのおかげでここまでお仕事を続けることができました。あきちゃんにこのお仕事合ってるよ、これは需要があるよと友達や周りの人からヒントをもらったり、その人自身じゃなくても、例えば知り合いが絵を頼みたがってるとお仕事を紹介してもらえたり、 SNS 以外でもそういうご縁の力は本当に大きいなと思います。そういう人と人との関わりで学ぶことも多いし、自分自身も成長できます。もちろん自分がやりたいことやこれから進むことをまだうまくいくかわからない中で誰かに話すのってすごく勇気が必要だと思います。なのでこれが正解かどうかは人それぞれだと思います。私も話して否定されるのが怖かったり、もしうまくいかなかったら恥ずかしいっていう気持ちがありました。私はそれでも気にせず思い切って周りに話したんですけど、私の周りにもお仕事を新たに始めるけど周りには話しづらいっていう人たちがいました。でもそれでもその数少ない中で私には話してくれたんだっていうのは確かで、それが個人的にすごく嬉しかったんですよね。その全力で応援しようって思って、そんな風に話すのはもしかしたら一人でもいいと思うんですよね。人は一人で生きていけないし、フリーランスになったら孤独との戦いなので、そんな中で自分の気持ちを話せる人が一人でもいたら気持ちは本当に楽になるし、それだけで乗り越えられることもあると思います。では最後に今日お話ししたことをまとめると、まず最初に自分を知ること、自分のことをよく知ってどんな働き方が自分に合っているかをまず最初に考えること。2番目は環境を整えること。自分の活動の広げ方や仕事内容を想像して自分に合った環境を考えること。3番目はアイテムを揃えること。長時間のお仕事でも体が楽になるようなアイテムを揃えたり、お仕事内容によって最低限必要になるものを揃えること。4番目は自分の1日のキャパを知ること。スケジュール管理や納期、料金も設定しやすくなるだけでなく、メンタル的にも安定して続けられるようになります。5番目、付き合う人を考える。
誰と一緒にいるかによって人は影響を受けやすいので、自分が良いメンタルの状態に入れるような人たちと過ごす。6番目、縁を大切にする。一人でもいいので誰か話せる人を見つける。一人でお仕事をするには人との関わりが必要不可欠なので、人との出会いを大切にすること。また誰か何でも話せる人を一人でも見つけると、一人でお仕事をする上でとても心強いです。すごく長くなってしまったんですけど、私がイラストレーターになる時に準備したこと、やってよかったことは以上となります。もしこういうことが知りたい、見たい動画があったら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。この動画が皆さんが何か新しく始める時にヒントになったらいいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。